大会に先立ち、傍聴者から傍聴申請があった場合は、傍聴を許可することとしますので、ご了承ください。ただいまから令和7年教育委員会第1回定例会を開会します。本日、教育委員は全員出席です。今回の書面員は佐藤委員にお願いします。それでは日程第一、協議事項に入ります。幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正につきまして、指導課長、説明をお願いいたします。指導課長。はい、指導課長。それでは、幼稚園教育職員の、勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正について、ご説明申し上げます。項番1、趣旨でございます。改正育児休業、介護休業等育児、または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法が令和7年4月1日付で施行されることに伴いまして、仕事と育児の両立を支援する観点から超過勤務制限の対象を拡大及びこの看護休暇の取得自由の拡大に伴う休暇名称の変更を行うものでございます。項番の2です。改正を予定しております条例といたしましては、幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例でございます。項番3、概要でございます。1点目としましては、超過勤務の制限、超過勤務の免除といいますが、の対象を拡大いたします。現行ですと、3歳に満たない子を養育する職員とあるのを、小学校就学前の就学前の子を養育する職員についても、これについて請求を可能とするものです。2点目に申し上げますと、この看護休暇取得自由を拡大することに伴いまして、休暇の名称をこの看護等休暇に変更いたします。取得自由については、教育委員会規則で定めているところでございますが、教育委員会規則を改正して、資料のこちら参考にあります、記載の通り、感染症に伴う学級閉鎖等や、この行事参加、入学式、入園式、卒業式、卒園式等を追加いたします。4の新旧対象表としては、こちら別紙の通りでございます。項番の5です。施行期日としましては、令和7年4月1日となっております。本件の説明については以上でございます。はい。それではご質問等ありましたらお願いいたします。いかがでしょうか。はい。長崎。はい。3番の概要のところの括弧1の、これは改正前も改正後にもある文言ですけれども、職務に支障がある場合を除きっていう、その支障があるかないかの判断っていうのは、園長先生がご判断されるということでしょうか。はい。指導課長。指導課長です。基本は、そこの管理者というところで考えていただいて結構です。わかりました。ありがとうございます。他にございますでしょうか。よろしいでしょうか。はい。はい、佐藤委員。はい。行事のところでお休みができるということで、入園式、入学式、卒園式って書いてあって、対象表の方には書いてあるんですけど、親子の触れ合いに関することだと休んでいいということだと思うので、何々等までいった例えば親子遠足とかそういう時も多分そこの行事の中に入ってると思うので、等っていう言葉があった方がいいかなと思いました。はい、指導課長。つまりこの行事参加等、はい、この行事等参加。そうですね。入園、入学、卒園式などっていう。などという。はい。今回ここで資料としては参考として載せさせていただきましたので、拡大内容としてはそのあたりの、改正条例の、法として、捉えていただければというふうに思います。今回この資料としては参考としてこの一例を載せさせていただいたところでございます。ということはそこも含まれているという意味合いですかね。どうなんでしょうか。はい、指導課長。そそのあたりの、捉えとしまして、この
ここに関わる行事等という形で、今の拡大の範囲として広げるという意味合いがございますので、そのことについては管理者等との、調整になるかという点を存じます。はい。そういう意味では休暇取りやすくなってきたのかなと。昔はそこの学年にならないように外したりとかしてたんですよね、担任をね。そういう意味では随分休暇はね取りやすくなってきたのかなというふうに思いますけど、よろしいでしょうか。他に、はい、ちょっとここから外れてしまうんですけども、先生のお休みが取りやすくなる一方、人手不足っていうことがあるかなと思うので、そういった時に補充できる先生の人材バンクみたいなものがあるといいなと思ったんですけど、何かありますでしょうか。はい。その辺でさっきの支障が出るか出ないかっていうねところも含めて考えたところなんですが、はい、指導官です。今人材バンクというお話ありました。長期の休業もし入るときにはそれ相応の時間講師等ですね、取ることができるんですけども、この、短期で1日単位というところについてはそれぞれ今いる職員等で、うまく、対応しているところです。ただ一方でですね、今それ以外にも教科担任等も少し進んでいる部分もございますし、職員の数としてはだいぶ、昔一時代に比べますと、各学校の職員の数が増えておりますので、そういう体制は少し取りやすくはなっております。はい、よろしいでしょうか。はい。はい。では先に今教科担任制の話出たんですけれども、今回に関しては幼稚園の教育職員に関することということでいいんですよね。そうですね。ここについてはそうです。はい。はい。他にございますでしょうか。よろしいでしょうか。はい。じゃあ続きまして幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部改正につきまして指導課長説明をお願いします。教育長指導課長です。幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部改正についてご説明申し上げます。項番1、趣旨でございます。定年前参院任用短時間勤務職員及び暫定参院任用職員につきまして、現在、住居手当の支給対象外としておりますが、高年齢層職員の能力及び経験の活用を図るため、また、国との均衡性を、均衡等を踏まえまして、定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員にかかる、住居手当の取り扱いについて、見直しを行いまして、住居手当の支給対象とするものでございます。項番2です。改正を予定しております条例といたしましては、幼稚園教育職員の給与等に関する条例でございます。項番3、改正の内容でございます。まず1点目ですが、現状では定年前再任用短時間勤務職員における第14条、住居手当についてでございますが、こちらについては適用しないとされておりますが、この内容を削りまして、住居手当の支給対象とする改正を行うものです。2点目も同様に、令和4年度改正の定年引き上げにかかる暫定再任用職員における第14条、住居手当に関するものですが、こちらを削る改正を行うものでございます。新旧対象表としましては、こちら別紙の通りでございます。項番5、施行期日につきましては令和7年4月1日でございます。こちらについてのご説明は以上でございます。はい。本件につきまして何かご質問ありましたらお願いいたします。いかがでしょうか。よろしいでしょうか。はい。続きまして千代田区会計年度任用講師の任用等に関する規則の一部改正につきまして指導課長説明をお願いいたします。指導課長です。千代田区会計年度任用講師の任用等に関する規則の一部改正についてご説明申し上げます。資料項番1、経緯及び改正内容でございます。令和6年6月に国の会計年度任用職員にあたる機関業務職員につきまして公募によらず従前の勤務実績に基づく
能力の実証により再度の任用ができるのは、同一のものについて連続2回を限度とするよう努めるものとする取り扱いが廃止されたところです。本区の会計年度任用方針においては、区長部局の会計年度任用職員と同様、公募によらない再度の任用の上限回数を引き続く4回までとしていたところですが、今般国等の動向を踏まえましてこの上限回数を撤廃するものでございます。なお、区長部局の会計年度任用職員につきましては上限回数を撤廃した規則を令和6年10月に施行しているところでございます。公版2の新旧対照表としましては、こちら、別紙の方をご覧いただければと思います。この第3条の5項第5項で公募によらない選考による任用の上限回数を4回とする旨規定しておりますが、この第5項の規定そのものを削除し、上ずれによって第6項、第5項とするものでございます。資料の方をお持ちいただきまして、公版3の施行期日につきましては、交付の日としております。で、今回の上限回数撤廃によって実際影響がどのように生じるかことについてご説明申し上げます。資料のこちら下の参考の欄をご覧いただければと思います。千代田区会計年度任用講師の職はこちら資料の記載の1、幼稚園子ども園講師2、教育活動支援講師3、講師いわゆる特別支援教育講師4、日本語指導にかかる講師の4つの職のみですが、すべて公募による選考により任用の方を行っております。すなわち、公募によらない選考による任用は、実際実施しておらず、毎年公募による選考を行っておりますので、今回この上限回数撤廃による影響ということについては、現状、影響は生じないということになっております。本件についてのご説明は以上でございます。はい、ありがとうございます。本区の会計年度任用講師については、毎年公募によって選考を行っているということですので、この改正における影響はないということの説明がありました。何かご質問ありますでしょうか。よろしいでしょうか。それではこれら3件については次回議案として提出いたしますのでよろしくお願いいたします。それでは日程第2報告事項に入ります。区立学校園卒業式及び入学式等につきまして子ども総務課長説明をお願いします。はい、それでは、区立学校園卒業式及び入学式等につきましては、ご覧の画面の方で、日程の方を示してございますのでご確認いただければと思います。では、令和6年度の卒業式の、日程でございます。ちょっと表の順番は逆なんですが、九段中等教育学校の3月8日土曜日の午前10時から、始まりまして、15日には保育園の卒園式、その後、幼稚園こども園の修了式が3月18日で、中学校の方が3月19日、小学校が3月25日ということで、こちらは卒業式となってございます。それから、続きまして、入学式等でございますが、保育園の方は4月の2日からで、その後九段中等教育学校の7日に入学式、8日の午前中に中学校の入学式、8日の午後2時から小学校の入学式、そして最後が各幼稚園こども園が4月の10日ということになってございます。説明については以上でございます。これ今までとちょっと大きく違ったところがはい、ちょっと説明して。はい、すいません。今までとちょっと違ったところにつきましては、ですね、こちらの中で言いますと、小学校の方と、幼稚園等の方の、入学式の方がですね、ちょっと小学校の入学式の方が
4月の8日からとなってございます。でその後ちょっと入学式の方の準備等がございまして、入学式の準備じゃないですね、その後幼稚園こども園の準備をするという関係でちょっと1日置いて10日の方に今回入園式を幼稚園こども園の方で行うという形になりました。ちょっと日程の絡みにつきましては、今回はこのような形でございますが、来年度以降はもう少し、1日多分早まった形でできるかなというふうに今のところ予定してございます。大きな違いのところは、そこだったかなというふうに思っております。はい、ありがとうございます。小学校の方は午後になったということですね。そうですね。すみません。失礼しました。はい、わかりました。何かご質問ございますでしょうか。またご出席いただくことになると思いますが、またその辺についてはまた後日連絡をさせていただきます。すみません。同じ日になるわけですね。そうですね。小学校、中学校。はいはい。例えば出た日は午後出た方がいいとかそういうこともあればぜひ、バラバラの方がいいとかいろいろご要望あればまた後でお聞きいたします。他に何かご質問ありますでしょうか。よろしいですか。はい、じゃあよろしくお願いいたします。では続きまして令和6年度雅楽教室の開催につきまして学務課長説明をお願いいたします。学務課長です。はい。雅楽教室の開催についてご案内いたします。区立中学校中等教育学校の1年生を対象とする雅楽教室を今年度も開催いたします。日時につきましては、今年の3月3日ですね、10時半から11時50分。来場場所なんですけれども、今回東御苑の休園日にあたりまして、北羽橋門からの入場になります。来場時間が午前10時に、北羽橋門にお越しください。北羽橋門のところに指導課の小栗指導主事が従事してご案内をいたします。会場の方へ、入場後は1階の、座席におかけいただく形になります。会場内は非常に暖房器具がございませんので非常に寒い状況ということでマスク、コート、マフラー等は着用したままで見学していただく形になります。ただし帽子手袋は着用不可ということですのでご了承願います。入場についてですけれども事前に入場者の連絡をする必要がございますので、出欠について後ほど確認させていただきます。当日は身分証明書を住所確認がございますので身分証明書のご持参をお願いいたします。ご説明は以上です。はい。これにお聞きしたかもしれませんが出席はどうですか。行かれますか。皆さんご出席ということで。おととしは交代で出てたんですけども、去年は4人一緒に出られたんで、それでよろしいわけですね、今年。はい。人数は別に。はい。あれ車での入場っていうのは。はい。一応車で2台分確保しておりますので、もし車でいらっしゃる場合には車種ですとかナンバー、色等を、はい、事前にご連絡いただければと思いますので。結構下まで見られるんでね、鏡で。そうです。あそこ入ると。わかりました。車で行かれます。いやいや、電車で行きます。はい。車なんですか。大丈夫ですか。はい。もし車でね行かれる場合は連絡が事前にいただければ。はい。はい、じゃあよろしいでしょうか。一応私も今度行けますので、5人行くということでよろしくお願いいたします。続きましていじめ不登校適用教室の利用状況12月につきまして指導課長説明をお願いいたします。教育長指導課長です。はい、お願いします。令和6年12月のいじめ、そして不登校拡張教室の状況について、ご報告申し上げます。
いじめにつきましては、11月からの継続事案については、21件、新規としまして2件ございました。そのため、12月末での未解消となっているいじめの案件は23件、令和6年度累計としましては38件となります。続きまして不登校者数につきましては、小学校では30名、中学校中等教育学校では45名、合計で75名となります。各学校に対しまして不登校傾向のある児童生徒に対して連絡を取り、一人一人に対してサポートするよう引き続き依頼をさせていただきます。今年度も児童生徒が安心して登校できるようですね、各学校関係機関と連携を取ってまいりたいというふうに思います。最後に白鳥教室の利用状況についてでございます。12月の利用者数は22名です。12月に新規に登録した児童は2名、12月末での登録者数の合計としましては36名となりました。各学校ともまた情報共有をしっかりしながら連携して進めていければというふうに思います。本件についてのご報告は以上でございます。白鳥教室の利用についての話の中で、それぞれの学校の中でスペシャルサポートルームをしっかり活用してほしいというようなことを講演長に言ってるんですが、スペシャルサポートルームのその人的な配置について一部人手が不足してるんじゃないかっていう声もあったように聞くんですが、私はそういうふうに思ってないんですが、それいかがでしょうか、篠課長。すごかったです。人手の不足というお話でしたが、指導主事等も、学校訪問しまして、そのあたりは確認させていただいたところ、人手の不足というところはございません。また、スクールライフサポーターという方が、従事していますが、会計年度任務職員なので、1日1人体制だとか2人体制だとかちょっと日によって人数が異なりますが、その他他の教職員、空き時間の教員とも関わっている様子も見られますので、その担当するというか、そこのスペシャルサポートルームに対応する職員というのは充足しているというふうに捉えております。はい、ありがとうございます。これについて何かご質問ありますでしょうか。たらお願いいたします。よろしいでしょうか。はい。それでは適用検査の応募状況につきましてお願いします。九段中等教育学校の経営企画室長、説明をお願いします。はい、経営企画室長です。九段中等教育学校の適正検査の、応募状況について報告を、いたします。資料はございません。はい。口頭でご報告させていただきます。1月16と17で出願の審査を行いまして応募状況が書き取れました。まず区分 A、区民枠でございますけれども、募集人員80名のところ222人の応募がありました。倍率 2.78 倍です。昨年は 2.21 倍でございました。区分 B、都民枠でございますけれども、こちら募集人員80名のところ312人の応募がありました。倍率は 3.9 倍でございます。昨年は 5.41 倍というところでございました。今後、2月3日の月曜日に適正検査を行いまして、2月9日の日曜日、合格発表、入学手続きを行ってまいりたいと思っております。説明は簡単ですが以上でございます。はい、応募状況についての数、倍率が今説明をありました。A 区分が倍率が増え、B 区分のが下がったというようなことです。はい、これについて何かご質問ありますでしょうか。はい、また。これB の方が倍率下がったっていうのは何か考えられる要因っていうのはあるんですか。会計室長。はい、経営企画室長です。とか、そういうもので。まだ応募を締め切ったわけではないんですか。これからちょっと中身のその倍率が下がった原因については分析これからしていきたいなという今状況でございますので、今ちょっとこの場で、具体的な原因とかはちょっとまだお答えできる状況にはないということです。はい、わかりました。ありがとうございます。
考えられるものの一つとしては私学の授業料の無償化なんかもそれもあるのではないかなというふうなこともありますが、詳しくは今学校の方で分析をしているということがありました。はい、よろしいでしょうか。はい。続きまして、他校との連携協力協定及び姉妹校提携につきまして、九段中等教育学校経営企画室長説明をお願いします。はい、経営企画室長です。他校との、連携協力協定、および姉妹校提携について、2つの学校と、結びたいと思っておりますので、それぞれちょっと簡単にご説明をさせていただきたいと思います。まず資料、こちらにお示しさせていただきました長崎県立、長崎東中学校高等学校との連携協力協定を、考えております。交番一の背景でございます。大阪関西万博の関連企画の未来競争型の多世代ワークショップでの交流、またディベート大会、での交流等がきっかけとなりました。東京と長崎は、地理的にも文化的にも、異なる環境にありまして、それぞれの生徒が学ぶ内容、教育スタイルにも、特色がございます。双方の教育資源を共有し合うことで、生徒たちの学びがより高くなると判断しまして、連携協力協定を結ぶことと、いたしました。交番に目的でございます。3点ございます。1点目、教育リソースの共有でございます。両校が持つ、教育資源を提供し合い、教育の質を向上させていきたいと考えております。2点目、国際感覚の育成でございます。長崎国際貿易の歴史とか平和教育で知られておりまして、東京は一方多様性とグローバル経済の中心地でございます。連携によりまして生徒たちが国際社会で活躍するための感覚を磨く機会を提供したいと考えております。3つ目、平和と共生の学びでございます。長崎の被爆地としての歴史、東京の都市としての発展を比較することで平和や持続可能な社会について深く学んで次世代のリーダーを育成したいと考えているところでございます。はい、交番3でございます。本協定の有効期間としては令和8年3月31日までと、いたします。ただ協定を更新しない等の、通知が、あった場合を除きまして、1年更新をしていくものと考えております。交番4、連携協力校ですが、先ほども冒頭お話しさせていただきました長崎県立長崎東中学校高等学校併設型の、公立中高一貫校でございます。普通科と、国際科を設置しておられます。またDX ハイスクールの指定を令和6年度から受けております。またワールドワイドラーニング、これは国内外の、企業と連携してさまざまな、学びをしていくという、ものでございますけれども、この指定も受けている学校でございます。交番後、調印式までの予定でございます。令和7年の1月、協定内容の詳細を検討していきたいと考えております。2月、調印式の準備を行ってまいります。3月の4日に、午後3時半予定ですけれども、長崎東中学校高等学校で、調印式を行う予定にしております。交番、6でございます。連携、協定後の活動でございます。2点ございます。オンライン交流でございまして、環境問題、人口減少、平和学習などのテーマにディスカッションをしてまいりたいと考えております。また総合訪問等、してまいりたいと考えております。交番7、教育的な効果として2点考えております。1点目、国際理解教育の推進でございます。
います。長崎、日本の西洋文化の窓口として歴史的に重要な役割を果たして国際交流が盛んでございまして、また東京は日本の国際的ハブとしてございます。この強み等を生かして東京のグローバルな視点と長崎の歴史的な国際関係を融合させた国際理解教育共同で推進していきたいと考えております。また2点目、平和教育の進化でございます。長崎の被爆地としての平和学習を共有して平和人権について深く考える機会を、提供して意識を深めていきたいと考えているところでございます。まず長崎の方についてはいきたいと思います。続けて、2項目の方をお話ししていきたいと思います。はい。2項目、こちらは、ウェラーズヒルステートスクール、姉妹校提携の、説明資料であります。こちらの方も交番1、背景でございますけれども、本校、3学年、毎年オーストラリア研修を行っているところですけれども、派遣先として、長年にわたって現地で、交流してまいりました。今年度、海外研修時に訪問したところ、相手校より姉妹校提携の申し出がございました。提携することで、両校の関係性を含めて、異なる文化、価値観、理解して多様性を尊重する意識を育み、生徒たちの、国際理解の促進につながると判断しまして、姉妹校提携を結ぶことといたしました。交番に、目的でございます。3点ございます。1点目、言語力の向上。言葉を実際のコミュニケーションで使用する機会を提供し、実践的な交流を高めてまいりたいと思います。2点目、異文化交流の経験でございます。オーストラリアの生活や教育に直接入れることで異文化への理解を深めていきたいと考えております。3点目、グローバル人材の育成でございます。国際的な視野を持って将来的に世界で活躍できる人材を育成したいと考えております。交番さん、協定の期間ございますけれども、先ほどの長崎と同様に、有効期間は令和8年3月30日を考えております。特段支障がない場合あれば、協定は1年更新をしていきたいと考えておるところでございます。交番4、姉妹校、ウェラーズヒルステートスクールでございます。こちらの、小学校でございます。日本語と英語による、完全バイリンガル教育を2014年からスタートして日本語を本格的に教える学校を目指している、学校でございます。交番後、調印式までの予定でございます。こちらも、1月に提携内容の詳細を決定してまいります。2月に調印式準備で3月にオンラインで調印式を行いたいと考えております。交番6、提携協定後の活動でございますけれども、こちらも、2点あります。オンライン交流、です。ビデオ会議を利用したディスカッション等を行ってまいりたい。また2点目、現地交流相互訪問ということで、お互いの学校で文化紹介等を行ってまいりたいと考えております。交番7、教育的効果でございますけれども、3点ございます。1点目、コミュニケーション能力の向上です。言葉だけではなくて、ジェスチャーや非言語的な表現も含めたコミュニケーション能力が向上していくと考えております。また2点目として多文化理解と寛容性の育成でございます。文化の違いを体験することで他者への理解と共感力が深まり、またおもてなしの心を運んでいけると考えております。3点目、問題解決能力の向上でございます。異なる文化的な背景を持つ相手との交流を通じて協調調整を行うスキルが向上するものと考えているところでございます。簡単ですが2個のご説明はこちらで終わらせていただきます。はい。2項の連携協力校と姉妹校連携につきましてご説明がありました。オーストラリアとの姉妹校はもうすでに交流しているので改めて違
姉妹校として提携しましょうよという話であります。それから、新しいの長崎東中高との、連携協力協定ということで、それぞれ学校同士の協定ということを連携ですので、教育委員会が経由しているわけではございませんので、締結するのも解消するのもそれぞれの学校のだけの話ということで、これは情報共有をするというところでのご説明をいただいたということです。何かこれについてご質問あったらお願いします。はい、またね。今のところ長崎東中学校高等学校っていうのはこれどんないきさつっていうかその提携校になったっていうのはどんないきさつだったんですか。はい、経緯開始たくさんありますよね、中高一貫は他にもね。経緯開始です。こちらに交番について書かせていただいた背景であった交流が何回かあった中で、この長崎東さんから、熱い思いで提携を結びませんかというお声をいただいたっていうところは多分にございます。はい、でそちらで、その思いを組んでっていうところも、多分にございました。はい、よろしいでしょうか。はい、他にございますか。よろしいですか。それからすいません、はい、こちらのオーストラリアの方ですけども、これずっと続けてるわけですけども、本人負担っていうのはどのぐらいになるものなんですか、これ。積み立てていただいているお金というごめんなさい、経営企画室です。はい、正確な数字はあれですけれど、お一人当たり40万円台だったかなと思いました。ごめんなさい、おおよそですけれども40万台だったと記憶して。それ何人ぐらい。大学学年で、160名弱いらっしゃるんですけど、欠席される方もいらっしゃいますけど、150名ちょっと150前後の参加という。基本的に全員行くってことですね。全員行くってこと。全員行くってことなんですか。はい、体調特別されが。はい。その40万に関してはすみません。はい、何か補助がなんか出ないんですか。はい、経緯開始です。このいわゆる修学旅行でございます。今補助は出ていないです。積み立ててるんでね、親が。はい、積み立てです。はい。はい。海外はこれだけじゃないからね。はい。九段中とはね。はい。経緯開始ですね。海外研修5年生でシンガポールに行っておりまして、シンガポールについても積み立てをしていただいて。参加を基本的には皆さんやっていただくという形でやっています。はい、他にございますか。はい、すみません。この学校はオーストラリアのどこにある？はい、経緯開始です。はい、経緯です。はい、クイーンズランド州の首都ブリスベンの中心地から南東に車で15分ほどのところに位置している学校ということでございます。ありがとうございます。はい、よろしいでしょうか。はい、他にければ、はい、佐藤委員。期間なんですけども、はい、先方から更新しないっていう書面が来るとそこは更新しないけど、こちらから何かの事情で、はい、それを期間を更新しないっていうふうに言うことも可能なんですか。相手方だけ。はい、経過必要です。今更新のお話だと思いますけれども、何らかの事情がこちら九段中とサイドでこれはちょっと協定締結更新できないなって、もし支障があるんであればそういった交通事を発送して解消するってことはあるかと思いますけれども、今結ぼうとして段階ではその工場までは考えてはいないです。どちらかが一方からそういう申し出があった場合にはそういう意味なんじゃないのかなっていうことなんじゃないですか。そうです。ごめんなさい、経緯開始です。はい、経緯です。はい、どちらかが一方からということでまさにその通りでございます。はい、ありがとうございます。つまり一回これやったらずっと永久じゃないですよっていうことでね、要はね。相手って向こうの相手じゃなくてこっちも相手としてどっちかというと、両方あっての提携姉妹校だ。
どっちかが都合悪かったらそうです。ということです。はい、はい、よろしいでしょうか。他にありますか。はい、長崎。オーストラリアの方なんですけれども、現在も現地に交流しているということで、でも向こうは小学校ということで、中学校3年生の生徒がいて、どういった交流をしているかっていう理由ってお分かりですか。はい、はい、私が詳しいところまでは把握はしていないんですけれど、現地このウェーラーズヒルステートスクールに行っていろんな言葉でもコミュニケーションを取るような場面を設けているとは聞いておりますが、それ以外のちょっと取材はちょっとごめんなさい、早くしていないと思います。わかりました。ありがとうございます。はい、他にございますでしょうか。よろしいですか。はい、ということです。以上です。それでは次いきます。日程第3その他事項に入ります。教育委員会行事予定表広報千代田2月5日号教育高校架け橋第135号の発行につきまして子ども総務課長説明をお願いします。子ども総務課長です。1月28日本日から予定表の方は2月の28日までとなってございます。まず明日でございますが、明日が保養所合同研修会、富士見こども園富士見小学校で、13時から行う予定です。また先ほど、九段中等教育学校経営企画室長からお話のあった通り、2月の3日に、九段中等教育学校の適正検査がございます。2月の5日水曜日、フェスタロッチ祭ということで、午後麹町中学校で実施をいたします。それから2月の9日には九段中等の、合格発表というところでございます。で、あと2月の21日、2月の14日と2月の21日に、14日神田一橋中学校、21日が千代田小学校で、研究発表会がございます。予定表の方は以上でございます。続きまして、広報原稿でございます。2月の5日号、広報千代田2月の5日号の広報原稿でございますが、20件、ございまして、子ども部関連のものとしますと、学務課、子ども支援課、児童家庭支援センターの3件でございます。それ以外の17件につきましては、文化振興課と障害学習スポーツ課の案件となってございます。架け橋の方でございますが、3月の7日に135号を発行する予定でございます。今回掲載する内容としましては、一面に連合作品展と今年度の新規事業で実施をしております、区内の大学生と連携したながら見守り活動について、ようやくちょっとバッジの方が出来上がりますので、皆様にご周知させていただきたいということもあって、こちらの方の PR させていただきたいと思っております。それから、裏面の2面につきましては、先日1月の14日の方に14日だっけな、はい、にお茶の水小学校で、行いました古書店街を探索しようという事業を今回ちょっと実施をしましたので、そちらの紹介をさせていただきたいということと、あと、先日行わせていただいた、生徒会サミット等を、掲載の方を考えてございます。説明は以上でございます。はい、ありがとうございます。バッジはもうできてるの？2月の26日ぐらいですね。まだもうちょっと先になります。はい。わかりました。はい、じゃあこの3つにつきましてご質問等ありましたらお願いいたします。ございますか？よろしいですか？はい。それでは今日は情報提供特にございませんでしたので、何か全体でここでご連絡とかお話は大丈夫でしょうか？よろしいでしょうか？それでは本日の教育委員会は以上をもちまして閉会といたします。ありがとうございました。ありがとうございました。